皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、買うつもりなかったんだけどね。はい、というわけでオープンをしていくわけだけれども、これちょっとね、開き方が新しいよね。そっちみたいな。で、付属品は何にもなし。とりあえずカードと取説かな。揃え方のやつが入っていたよというところですね。キューブ自体はざっくり紹介すると 55.5 のサイズで重さが 73g ぐらいで UV コートでコアマグネット入ってるよみたいな感じですね。初期状態、一番最初の状態はまず閉まってるところが5か6だったと思うんですよね。もう開封当初はね、全然キューブの性能がどうとかって言えるわけじゃないんで、あれなんだけれども、オートホーミングとかは全然ないよみたいな状態で、コーナーカットは、もともと設定がきついっていうのもあるんでね、こんな感じで、きつめというところですね。リバースコーナーカットは多分オンザラインのところとかは切れんじゃねえかなという感じで、で、設定がこんな感じ。11段階でカチカチできるよという設定になっておりました。で、ネジをネジネジして中身を見てみようねと。5回転ぐらい緩めたらパーツ取れました。ポップ耐性、ピボットは結構強いです。で、オートホーミング結構強いね、みたいな感じで。で、あとはエッジの足のコアの方のマグネットのやつが結構飛び出てるんで、それによって反発とか吸着みたいなのが強烈にアシストされてるという感じですかね。パーツの形状は GTS2M みたいな感じなんで、回し心地も柔らかめな感じ。これネジ緩めてる状態で、オートホーミングあるじゃねえか、みたいな感じですね。接地面のマグネットはだいぶ弱めでした。で、これは一番最初に何にもつけてない状態で、何にも設定しない状態で回しているんだけれども、回転がね、めちゃめちゃ軽くて、見てくださって分かる通りなんだけれども、割とガシャガシャ暴走してる感じなんですよね。だから、これは調節をしないといけないなということで、潤滑剤だったりとか、これから締めて調節をしてちょこちょこ回していくという感じなんだけれども、やっぱね、マグレブっていうところもあると思う。スプリングの摩擦をなくしたのがマグレブなんだけど、やっぱりね、摩擦がなすぎて、速いというところで、回りすぎちゃってとか、あとはその指の感触に合ってないという感じで、引っかかりが多くなるというような感じになるんですよね。だから潤滑剤とかネジを締めて調節するっていうところになってくるんだけれども、初期状態はこんな感じで割とガチャガチャしてるよというところですね。もうこれ多分ね、なんだかんだ100ぐらい回してる。100ぐらい回してる状態で、オートホーミングもうめっちゃあるじゃんみたいな。で、この V10 ちゃんはですね、ブチャラチしちゃった子なんで、結構もっちりしてて重くなってる感触なんだけれども、オートホーミングとかも効いてるし、何よりね、安定感が素晴らしいのよ。私は回し方がすごい雑なんで、持ち替えするときとかも結構ぐしゃってなっちゃったりとか、綺麗にスコーンとスロットにできないとか、今の OLL とかも、結構柔らかめのキューブだとガシャンガシャンみたいな感じになって引っかかるんですよ。だけどそういうのがないから、回しやすいねと。で、潤滑剤が前回ね、きっちり1ミリブチャラティしちゃったこの子ですね。1ミリブチャラティしてるね。で、今回はブチャラティ予防として、ちゃんとね、これつけてやるよと。私、あんまこれ緑色の汚れるの嫌なんで、つけないで入れることが多いんだけれども、早速ブチャラティしてるよと。ちょっと分かりにくいんだけれども、しっかりめにね、2コマか3コマぐらいブチャラティしちゃったのよ。多分2コマぐらいかな。なので、もうちょっと怖くて、こうやってちょん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 みたいな感じでやっていかないといかんなと。もう本当にね、ちょっとこう、出るかなぐらいにしちゃうと、もう出過ぎちゃってる。もうちょっとはい。透明のところにしっかり戻して、キャップ閉めて、ふきふきしてしまっていこうねという感じで回しているんだけれども、入れた時は、ちょっとブレーキかかったかなと思ったんだけれども、干し柿パワーで回していくわけですね。これ回した感想としては、割とね、強いわ、この子。潤滑剤ね、相当ぶち込まないと、あまり効かないかもしれないですね。マグレブだからかわからないけど、パーツの構造も結構あると思う。この GTS2M 系の、なんていうのかな、エッジの足の構造が、こう、もっこりりょうちゃんしてるような、そういった感じのキューブだと、割と潤滑剤の効果をあまり受けにくいような気がする。いや、とは言っても、V10 は結構受けるな。V9 はあんまり受けない。潤滑剤の影響。みたいな感じで、足の構造とかにも、よるところだと思うんだけれども、この子は、私が普段使わないマグレブキューブっていうところもあって、
で、かつ回転もかなり軽いという構造になっているので、潤滑剤をね、どこまでぶち込むかというところが、これからの課題になってくるんだけれども、やっぱりね、何も入れてない時というよりは結構いいなという状態でした。で、これね、パチパチのやつはまだ1です。一番緩い状態で、とりあえず設定してみて、で、潤滑剤が落ち着いてから、ガシャッとなるんだったら閉めようかな、みたいな感じで、とりあえず1の状態で回してるんだけども、やっぱりね、だいぶマシにはなってますね。で、これである程度ガシャ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 、また100ぐらい回してたのかな。暇だね。もうちょっと重たくせんといかんな、みたいなんで、潤滑剤をいろいろぶち込んでみたのがこちらだよというわけで、ちょっと音とかも最初のソルブだけ聞いてみてください。後ほど動画で説明します。どの潤滑剤を入れたかとかっていうことね。で、潤滑剤を入れることによって、結構、しっとりした感じの音にはなったんだけれども、音自体は割とこう、パキパキしてるというか、カラカラサラサラしてるというか、甲高い音とまではいかないんだけれども、固めのパーツがぶつかってるね、みたいな感じの音になってるので、そんなに静かなキューブではないよということは覚えておいてください。で、回しててですね、思ったのが、こいつね、いいもうね、これから動画内でね、お話しします。お話しするんだけれども、なんでこれさ、みんな言ってくんないのよ。これめちゃめちゃいいじゃん。で、今ね、JA とか回してたんだけれども、やっぱこの状態でもね、まだ今、ネジは締めてなかったのかな。これからパチパチ締めていったりするんだけれども、締めた方がいいのか、潤滑剤足した方がいいのか、みたいな感じで、結構迷ってるソルブのところですね。200回転以上ぐらい回してるところですね。で、本当にね、今この状態は潤滑剤、今まだ2つかな2つぐらいしか入れてなくて、3つ目潤滑剤入れるか、それとも締めていくか、みたいな感じでどうしようかなって迷ってるんだけれども、ちょこ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 、こうガチャッと引っかかってるところとか、回りすぎて引っかかってるっていう感じですかね。そういうところがある。V10 が割ともっちりブレーキという感じなので、それに指が慣れすぎてて、この子がちょっと速すぎるっていうのもあるんだけれども、やっぱソルブを見てて分かる通り、割とね、なんかこう、ちょっとガチャっていうところが多い。この時点ではね、結構、ちょっと潤滑剤か締めるかみたいな感じで、完璧な状態というわけではないんだけれども、まずね、一つ言えること、指がむっちゃ嬉しい。指がむっちゃ楽しい。むっちゃ楽しいです。いいキューブっすね、これ。本当に。こんなこんな相型とかになってて、クロスもなんかちょっと簡単めなやつ、多分、ここにも相型できてるし、なんだこれ全然崩れてねえな。でも多分20秒ぐらいかかるんだろうな。こういうやつ調子乗るからな、すぐ。このちょっとよ。反応そう。反応遅っ。いやでも安定感はやっぱ素晴らしいな。というかやっぱ長いこと使ってっかな。いやちょっと悔しいな。15秒はないな。V10 もうちょっと出そうよ。15秒はないよ。僕たちが声聞こえてないだけでさ、君たちも多分生きてるよね。空気読めすぎスキップ受けんだけど、早いよね、やっぱね。君早いよね。いや PLL スキップで12秒、OLL が今ちょっとねあれだったけど、
PLL スキップ、OLL スキップとか、そういうので11秒か10秒はちょっと出しときたいよね。これで12秒ってことはさ、PLL やったら14秒ぐらいってことでしょ。ちょっと、いや、遅くないよ。早い。君はとても早いです。とてもいいキューブです。それでもいいけど、それでやってみる。こう言ってみる。これよね。これよね。どうすりゃいいんだろう。いやー、緩めたくはないんだよな。締めた方がいいかな。ちょっと安定はさせたいんだが、でもこれ以上カットを狭くはしたくないんだよな。いや。反応遅くない？大丈夫？嫌いじゃないよ、そういうの。間違えちゃったじゃん。嫌いじゃないよ、今の。はい、いかがだったでしょうか。今回は GEM Pro の紹介動画になったんだけれども、みんな早く言ってよ。これさ、全然情報が出てきてなくて、トルネード V4 とか、あとは、XT3、ターミネーター3みたいなやつ、これの、ちょっと上位互換的な感じの、そういったのとかがある程度話題にはなってたんだけれども、G3 のキューブって、これよね。これがないのよ。これが。っていうのもあって、一昔前のキューブというような感じの回し心地ですし、あとはやっぱり私もなんだかんだ言いながらコアマグネットってそうでもないよねというような人だったんだけれども、V10 とかを回し込んでいるとですね、非常にやっぱコアマグネットのここ、吸い付くっていうよりも、私にとってはなんですけど、立方体を保ってくれるっていうことが非常に良くて、持ち替えをしないといけないときに、ちょっとでもこうやってずれてると、すごい、なんていうの、引っかかりにつながるじゃないですか。手ってなんかやっぱすごい繊細なんで、こういう風に持てるときと、こういう風に持っちゃうときっていうのって、なんかちょっとすごい違和感ありません？やっぱり、ね、一番いいのは磁石なしキューブを触ってみるっていうことが分かりやすいことなんだけど、こういうような状態で常にソルブをし続けるっていうのって、すごく心の中が不安になるというか、で、実際あまり綺麗には回せないという感じなので、やっぱコアマグネットが入ってるキューブっていうのは非常に回しやすいというところがあるんですが、小さなキューブってそのコアマグネットの、立方体をカチッと保つよというところが、抜けてたんですよね、ずっと。トルネード V3 の頃からガンの11とかっていうのはもうちょっとこういうホーミングあるよみたいなのとかだったり、基本的にコアマグネットが入ってるキューブっていうのはオートホーミングはあるよねというような感じのキューブが多かった中で、G3 のキューブっていうのはオートホーミングっていうのをなぜか堅くなにつけなかったというところがあったんですよね。だって絶対つけれるはずだから、機構は分かってるわけだし。だけど、ターミネーター3みたいなやつっていうのは、正直わかんない。どういうキューブなのかっていうのはわかんないんだけれども、少なくとも、この GM Pro っていうのは、もうめちゃめちゃホーミングがあって、このキューブは、外側が本当にしっかり重いですね。このマグネットの強さでこう乗っかるっていうわけじゃなくて、もうブロックがサンダークラップみたいなイメージ。ちゃんと指にグッて乗っかってくるみたいな。だけど、ここの接地面のマグネットバチクソ弱いんで、なんか重たいっていうこともない。だから V9 とこの子の中間みたいな感じなんですけど、V9 のちょっとパーツがスカスカだねっていうような感じの感触にサンダークラップをブレンドしたみたいなそういう感じの回し心地で、しっかり指に乗っかってくる。だけどマグネットが強いとかっていうのじゃないよと。で、オートホーミングもしっかり効いてて、立方体をちゃんと保ってくれると。で、重量も 73g ぐらいで、別にそんなに変わんないんですよ。これ 69g とかで、4g ぐらい違うっていうのはあるんだけれども、こういうキューブ、今まで出てきてたキューブで私が持ってるやつっていうのは、こういうのがなかったんですよね。
ちょっと前に出たジャンチあるじゃないですか、V5。あれって多分これに似てると思うんですよ。感触がっていう意味です。重たいみたいな。重量自体も 80g とかあって重たいみたいな感じなので、回し心地は結構ブンブン回っていくようなこの子に似てると思うんですけど、ジャンチ触ったことないから適当なこと言うなって話なんだけれども、ジャンチに比べるとかなりおとなしいと思うんですよ。重量が軽いし、なんかこう V9 のこうバコーンって引きつけてくれるっていうのはおとなしくなってるんだけど、でもすっげえ引きつけてくれると。で、例えばサンダークラップとかじゃあジャンチの V5 とかみたいにむちゃくちゃパーツが重いかというと、そういうわけでもないよという、なんかもう本当にこれね、触った人にしかわかんないと思う。V9 のボールコアとサンダークラップを混ぜたよというキューブで、これね、ちょっとね、早く言ってよ。ターミネーター3みたいなやつとパーツの構造が全く一緒。で、これがこういう、接合のやつになってるのか、一体成形になってるのか、というのがターミネーター3みたいなやつとちょっと違うよというところなんだけれども、基本的に足の構造とか、マグネットの構造とか、コアの構造、そういったものは全部一緒なんですよね。だけど、ターミネーター3の方ってホーミングすんのかな？いや、でも多分するよね。なんかあんまりそういう情報なかったような気がするんですけど、めちゃめちゃホーミングの機能ついてるよというような感じだったかどうかわかんないんだけれども、少なくともトルネード V4 よりはこっちの方が現代キューブっぽくて、私は結構好きですね。トルネード V4 も V4 ですごく良かった。良かったんだけれども、やっぱりコアマグネットのこのアシストがないっていうところは、ちょっとヨレヨレするっていうところにつながってしまうんですよね。で、これは、やっぱりこんな感じね。もう常に立方体を保ってくれるという感じなので、非常に回しやすくて、あとはやっぱりその外側が重いというか、こうブンブン回っていく感じ。ブンブン回るんだけど、なぜか止まるんだよね。ここのマグネットむっちゃ弱いんだけど、コアマグネットがしっかり働いてるという感じで、そういう意味ではこれにもよく似てますよね。この子も接地面のマグネットはそんなに強くないんだけれども、コアマグネットが二重マグネットとかで、この辺でグッと引き寄せる力とかが結構あるよという感じなんですが、バランスむっちゃいいっすね、これ。ちょっとね、早く言ってよ。はい。というわけで、本日は CEM Pro V2 の動画になりました。これね、しばらくメインにするわ。これいいわ。V10 がですね、1ミリブチャラティしてからめちゃくちゃ良くて、最近キューブ熱がめちゃめちゃやばいんですよね。今までもずっと回してたんだけど、3週間前ぐらいにブチャラティしちゃってから。それからというものの V10 がむっちゃ良くて、グーホンプロの方が絶対タイムいいんですよ。たまにこうグーホンプロとかに持ち帰ると、やっぱグーホンプロの方が 0.5 秒から1秒ぐらい絶対タイムが良くなるの。だから、なんかやっぱ 55.5 っていうちょっとしたサイズ感だったり、ちょっとこうブロッキーなところとかかなっていうのがあったんだけれども、キュービクルのシリコンルーブを1ミリブチャラティしてしまって事故を起こした後からすっごい回しやすくなって、引っかかりがないというか、もう私の多分これは本当に私の指を弾く力というのに、この潤滑剤の量と、バネとかマグネットの力っていうのが完全にマッチした状態だと思うんですよ。いや、今、一番タイム出んの何って言われたら多分これな気がするんですよね。グーホンプロよりも多分この子の方がタイム出る気がするんだけど、これはね、ちょっとこの子を超えてくる可能性がありそうですね。早く言ってよ。これめっちゃね、いいキューブだったわ。ただ、回転がね、めちゃめちゃ軽い。結局、潤滑剤はですね、キュービクルのシリコンルブを3コマだから 0.6 ミリ入れて、ノーダメージだったんですよ。で、軽すぎるなとか思って、ディグニタスを入れるか、スマッシュさんのトラックルブを入れるかで迷って、いや、トラックルブの方が、ベタベタ重くなるっていうこともないから、トラックルブにしとこうと思って、トラックルブもあれよあれよで3コマ入れたんですよ。0.6 ミリ。用紙で取って塗って、用紙で取って塗ってみたいな。ノーダメージだったんですよ。マジで軽くて。で、いや、ディグかなみたいな感じで、あんまディグ入れたくないんですよね。乾いたりすると、ちょっとこう重たくなるような気がするし、あとは、ちょっとべったりしてる感じのブレーキになっちゃうんですよね、ディグって。めちゃめちゃいい潤滑剤なんだけれども、やっぱり水溶性というか、そういった DNM とか、
ラッシュとか、そういったやつと混ぜて使うみたいな、そういう感じの潤滑剤なんですよね。で、私はその軽いやつを入れたくないから、つまり簡単に言うとディグ単体で使うみたいなイメージになっちゃうんで、なおさらベタベタするかなと思って入れたくなかったんだけど、もうね、混ぜ混ぜして、ディグをね、爪楊枝の先についてるやつ全部、こう、ぬりぬり、一発だけぬりぬりしたみたいな感じで、相当潤滑剤入れてます。入れてる状態で、ノーダメージ。めちゃめちゃ軽いんだけれども、それでもね、ややブレーキがかかった感じがあって、いいかなというところなんですよね。で、ここのカチカチの設定は5にしてます。5にしました。1の状態で、ずっと潤滑剤入れ続けたんだけれども、やっぱちょっとこうヨレヨレするみたいな、JA パームとか回すときにもなんかこうぐにゃぐにゃっとするっていうのとかも、ちょっと嫌だなっていうのがあったんで、何回してんだ？少しずつ締めていって、で、珍しくですね、プラスドライバーのビスではなくって、このカチカチの11段階のやつで調節をしました。4はいけねえんだぜ。4じゃダメなんだぜ。ブチャラティということでね、本当はね、迷ったの。4の方がいいかなと、あんまコーナーカットをきつくしたくないんで、いや、4かなって迷ったんだけれども、ミスターがね、4はダメだっていうもんだから、じゃあいいよ、5で、つうわけで5に設定をしております。これ、N だよね。ナイス。というわけで、カチカチを5に設定して、ビスはデフォルトだよ。で、こんな感じ。コーナーカットは5とかなんで、それでもやっぱ、もう300、あれよあれよで300ぐらい回してたんですけど、やっぱ上ね、白上のところの方が柔らかい気はするよね。白上の方がさ、ほら、同じ調節にしてあるのに、やっぱこの辺の方がまだきついというか、そんなこと、やっぱきついよね、ちょっと。設定も非常にわかりやすくて良かったし、私めちゃめちゃ爪が弱い人なんですよ。アルミ缶の上にあるみかんとかをちょっとこう開けようとするだけで爪に白い線が入ったり反対に割れちゃうぐらいめちゃくちゃ爪弱くて、親指ですらこうやって横触るとウニウニ曲がるぐらい爪がめちゃめちゃ柔らかい人なんですが、この柔らかい爪の人間でもすごい簡単にカチカチって回すことができるので、この調整機構はね、すごく調整しやすかったよというところです。この溝、この溝のところに合ってるところが今の4じゃねえか。このところに合ってる設定4じゃねえか。5だとちょっときついかなと思って、そう4にしちゃったんだ。いや、やべえ。ミスターに怒られる。4じゃねえか。俺5だと思ってた今。びっくりした。はい。というわけで、あまりにも良すぎるキューブだったんで、でもこれが2000円で買えるんですよね。UV コートがついてて、コアマグネットが入っていて、エッジとコーナーの足にもマグネットが入ってて、もちろん接地面にもマグネットが入ってます。お値段2000円でございます。めっちゃお得ですね。オートフォーミングが欲しいトルネード V4、トルネード V3 を使ってみたいという方は、これ使ってみるといいかもしれないです。トルネードの系統なんで、回し心地も、もう本当にこう柔らかい感じの回し心地というところになってきてて、で、トルネード V3 とかってオートフォーミングがこうやってないから、ちょっとヨレヨレするよねと。コアマグネット入ってんだけど、なんかちょっとヨレヨレするよね、みたいなところを、フォーミングありますよ。というような進化をしてくれてるというところなんで、で、値段が2000円でしょ？これね、トレード V4 買うよりこっち買った方がいいような気がする。はい、本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり、誠にありがとうございました。箱はさ、新しいよね。こっちからこうやって開けるっていうさ、普通こっちからさ、こうじゃないの？こっちからこうこれ壊れてるもともと壊れてた。それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。